のささやきの朗読やこれは二度と山へ行けなくなったとある原因になった出来事だ。今でも夜になるとふとした瞬間にあの気配を思い出して呼吸が浅くなる。俺がこの話を口にするのはこれが初めてだ。冗談でも作り話でもない。ただの体験談として聞いてほしい。あの秋、俺は友人の坂本と二人で山奥のキャンプ場へ向かった。地元でも知る人が少ない場所で、道案内の看板すら出ていない。坂本がネットの書き込みで見つけた静かで穴場らしいという一言をきっかけに軽い気持ちで出かけていたのを覚えている。山道を車で進むうち、最初の違和感はあった。ナビが示す道と現実の道が少しずつずれていく。地図では分岐があるはずの場所がまっすぐ続いていたり、逆に存在しない曲がり角が現れたり、ありふれた機械の誤差と自分に言い聞かせたが、あの時からすでに狂いは始まっていたのかもしれない。昼過ぎに現地へ着いた。管理人の姿はなく、受付小屋の扉は閉ざされたまま。代わりに、料金は箱へ入れてくださいという張り紙が貼ってあった。人気は一切なく、風の音と川のせせらぎだけが耳に届く。それが静かで落ち着くではなく、誰もいない場所へ迷い込んだように感じられるのは、後になって思えば当然だった。テントを設営し、軽く昼飯を済ませた後、坂本が、少し周りを歩いてみようと言い出した。キャンプ場の奥に草が踏み倒された細い道がある。地図にも案内板にも載っていないその道は獣道のようでいて、人の足跡が確かに残っていた。胸の奥がざわついた。入らない方がいいと本能が訴えていた。けれど二人ともその違和感を冗談のように笑い飛ばしてしまった。あの時やめていれば、そう考える夜が今でもある。踏み入れた道は数歩進むだけで空気が変わった。光が届かず、風が止み、虫の声さえも消えた。湿った土がぬるりと靴底に絡みつき、周囲は木々が密集して狭くなっていく。息をするたびに鼻の奥に冷たい土と腐葉土の匂いがまとわりついた。しばらく進むと、右手の枝に白い布の切れ端のようなものが引っかかっていた。坂本がそれを取ろうと踏み出した瞬間、地面が割れ、彼の体が半身ほど落ち込んだ。大丈夫か？
手を掴んで引き上げたとき、坂本の太ももが深く裂けていた。布が破けただけではない。皮膚がえぐれ、血がじわじわとにじみ出ている。だが、岩や枝で切った傷じゃなかった。何かに裂かれた跡だった。その瞬間、林の奥で枝が折れた。ゆっくりと確実にこちらに近づくような音。呼吸が止まり、背筋が冷えた。坂本の指先が俺の腕をつかむ。声にならない声が喉を震わせていた。木々の間でそれが動いた。四つん這いのような姿勢で背を丸めて這うように進んでいる。人間のような形だが、腕と足の長さが異様に長い。皮膚は苔と泥が混ざったような灰緑色で、輪郭がぼやけていた。顔がこちらを向いた。目がなかった。それだけで心臓が一拍遅れた気がした。息を潜めたまま、俺と坂本は木々の隙間を凝視していた。それはまるで地面を舐めるような姿勢でじりじりと近づいてきた。動きは遅いのに目が離せない。どこが頭でどこがどうなのか、輪郭が曖昧で人のようで人ではなかった。坂本が一歩後ずさった瞬間、枝の裂ける音がして、それの顔がこちらを向いた。目がなかったはずなのに、確かに見られたと分かった。吐き気がするほど濃い悪意が皮膚の下を這い上がってくる。次の瞬間、それは音もなく姿を消した。木々の奥へ潜ったのか、それともその場に溶け込んだのか、判別できなかった。ただ空気がぐにゃりと歪んだような、そんな感覚だけが残った。戻ろう。俺たちは足をもつれさせながら道を引き返した。しかし、どれだけ歩いても来た方向へ戻れない。景色が同じ場所を何度も繰り返している。木の節も折れた枝も見覚えのある形が繰り返し現れる。なあ、さっきから同じとこ回ってないか？坂本の顔は青ざめていて、傷口から血がにじみ続けている。布で縛って応急処置をしたが、出血は止まらない。だんだん足取りが重くなり、呼吸も荒くなっていく。その時だ。林の奥からドンと何かがぶつかるような音が響いた。ついで木々の影がざわりと動く。俺は反射的に坂本の腕を引き、近くの木陰へ身を隠した。音は次第に近づいてくる。
地面を這うようなあの何かが再び姿を現した。獅子を不自然な角度に折り曲げ、地面を這いずるように前進してくる。顔には相変わらず目がなく、しかしまっすぐこちらを見据えていた。次の瞬間、坂本が短く息を飲んだ。その肩口に何かがぶつかったんだ。鋭い何かがかすめたような音とともに、坂本の体が横へ弾き飛ばされ、地面に叩きつけられた。大丈夫か、坂本。肩の肉が深く裂けていて、血が土を濡らしていた。坂本は声にならないうめきを漏らし、震える唇でただ一言だけ言った。見えた。坂本の肩から流れる血が落ち葉を濡らして黒くにじんでいた。呼吸は浅く、顔は蒼白で、今にも意識を失いそうだった。俺は必死に布を裂いて縛り付けながら、心臓の鼓動が耳の奥でやかましくなるのを感じていた。あたりは異様なほど静まり返っていた。風も止み、鳥の声も消え、ただ遠くで水の音だけが響いている。さっきまで見えていたそれの姿も跡形もなく消えていた。だが気配だけはあった。近くにいると本能が告げていたんだ。坂本、動けるか？声をかけるとかすかにうなずいた。だが足を引きずるようにしか歩けなかった。だがそれでも歩くしかなかった。この場所にいることが何より危険だと全身が知っていた。どれほど歩いていたのかわからない。時間の感覚が曖昧になっていき、道が同じ景色を繰り返す。前に進んでいるのか、ぐるぐる回っているのかもわからなかった。やがて背後でという湿った音がした。振り返ると林の奥で影が動いている。獅子を異様に伸ばしたあの姿が木々の間を滑るようにこちらに近づいてくる。俺たちは歩みを早めた。坂本を肩に担ぎ、半ば引きずるようにして前に進んだ。それでも音は確実に近づいてくる。木々がざわめき、土が揺れ、やがて耳元でそれの息のようなものが聞こえてきた。その時、視界が一瞬白く弾けた。気がついた時には、そこはキャンプ場の入り口だった。夕暮れの空が赤く染まり、虫の声が戻っている。さっきまでいた獣道はどこを探しても見当たらなかった。
俺はすぐさま救急車を呼び、坂本はなんとか命を取り留めた。肩の傷は深く、筋肉まで達していたが、骨には届いていなかったという。ただ医者は、刃物ではない、と首をかしげていた。歯のような、しかし動物でもないような奇妙な痕跡が残っていたらしい。数日後、見舞いに行った坂本はベッドの上で遠くを見つめたまま小さくつぶやいた。あれ、人じゃなかった。それ以上何も言わなかった。俺ももちろん聞けなかった。あの道が本当に存在したのか、今でも地図には載っていない。ただ一つ、今もはっきり覚えているのは、あの林の奥で、確かに目のない何かと目があったという感覚だけだった。この話は今も夢に見るほど強く焼き付いている。そんな出来事だ。季節は秋に入りかけた頃、俺と田村、そして工藤の三人でキャンプへ出かけた。社会人になってからも付き合いが続いていた高校時代の友人たちで、久しぶりに予定があった休日だった。目的地は山の奥にある川沿いのキャンプ場。自然が豊かで人も少なく、夏に比べると虫も減っていて、とても快適だと評判のいい場所だった。ただ、出発の数日前から俺のスマホに番号非通知の無言電話が何度もかかってきていた。着信履歴だけが残り、応答しても沈黙が続くだけ。俺は気味が悪くなったが、いたずらだろうと気にしないようにしていた。当日、車で山道を進み、昼過ぎに現地に到着した。空気は冷たく澄んでいて、川のせせらぎが耳に心地いい。三人でテントを張り、火を起こし、昼食をとった後、田村がいきなり、少し散歩しようぜ、と言い出した。キャンプ場の奥には緩やかな川が流れていた。夏場は子供でも入れる、そんな浅瀬だと、そう書かれていたが、水は透き通るほど冷たく、近づくだけで足元から体温が奪われていくようだった。その川辺に立った瞬間、胸の奥がひどくざわついた。理由はわからない。だが、誰かに見られている、そんな感覚がして、何度も振り返った。その夜、焚き火を囲みながら酒を飲んでいると、川の方から、と、水が跳ねる音が聞こえてきた。鹿か何かだろうと誰も気にしていなかったが、それからしばらくして田村が姿を消した。テントにもトイレにもいない。
名前を呼んでも返事はなく、スマートフォンにも出なかった。懐中電灯を持って川辺へ向かうと、そこには田村の靴だけが並んでいた。ついさっきまで一緒にいたはずなのに、靴だけが残されていたんだ。夜が明けても田村は戻らなかった。警察と消防が捜索に入ったが、結局手がかりは見つけられず、やがて事故の可能性が高いとだけ告げられた。だが、その数日後、連絡が入った。川底で発見されました。田村が見つかったと聞いたのは、キャンプから3日後の午後だった。警察からの電話で、確認に来てほしいとだけ告げられ、俺と工藤は現地に向かった。あの日と同じ山道を走りながら、車内の空気は重く、誰も一言も発しなかった。現場はキャンプ場から少し離れた下流の川底だった。到着すると、消防と警察がテープを貼り、周囲を封鎖していた。川は相変わらず澄んでいて、あの日と同じように静かだった。だが、空気だけが違っていた。重く、湿っていて、胸の奥を締め付けるようなそんな冷たさが漂っていた。捜索隊の一人が俺たちに説明した。水深は浅く、流れも緩やかです。事故にしては不自然なんですよ。田村は川底の大きな岩の間に挟まれるような形で発見されたという。体は泥に覆われていたが、傷はほとんどなく、暴れた形跡もなかったらしい。現場に案内されると、胸の奥が凍りついた。浅瀬の底で田村は仰向けのまま空を見上げていた。その顔には信じられないほど穏やかな笑みが浮かんでいたんだ。冷たい水の中、まぶたは半開きで、口元がわずかにつり上がっている。まるで心から満たされているような、そんな安心しきった笑顔だった。あの日、あの川辺で感じた、あの視線がよみがえる。誰かがずっと見ていた、そんな感覚。いや、何かがいたんだとしか思えなかった。工藤が肩を震わせてうずくまった。これ、田村じゃない。そうつぶやいた声が耳に残って離れなかった。だが、その意味を問いただす勇気は俺にもなかった。帰り道、助手席で工藤はずっと黙っていた。山道のカーブを抜けるたび、窓の外の川面が見える。俺はその度に無意識に目をそらした。あの水の底から誰かがこちらを見上げているような気がして仕方がなかったからだ。それからしばらくの間、俺たち二人はあの出来事については口を開かなかった。田村の葬儀も静かに行われたが、遺体の顔を見た者は
ほとんどいなかったと聞いた。家族が見せられる状態ではなかったと言ったらしいが、それがどういう意味なのか俺には分かっていた。あの笑顔を見た者しか分からない、そんな異常さがあったんだ。1週間ほど経った頃、工藤から連絡が来た。話がある。久しぶりに会った工藤は、どこかやつれた顔をしていた。コーヒーをすすりながら、しばらく黙っていた彼が、不意に口を開いた。あの夜、見たんだよ。川の向こう側に。俺は言葉を失った。だが、工藤は続けた。田村が笑ってたんだ。胸のあたりまで水に沈んでてさ、じっとこっちを見てた。でも、あの時には、もう田村は姿を消してたんだよな。その言葉が脳裏に焼き付いたまま離れなかった。あの夜、川辺で聞いた水の音。田村の靴だけが残されていた理由。そして見つかった遺体の緩やかな笑み。すべてが一本の線でつながっていくような、そんな感覚がした。俺もあの夜感じていたんだ。焚き火の火が揺れた瞬間、川の暗がりの向こうから何かの視線を感じたんだ。人の形をしているのに人ではない。深い水の底からこちらを見上げて笑っているような、そんな存在の気配を。それが田村だったのか、田村を連れて行った何かだったのかは今でもわからない。ただ一つ確かなのは、あの笑顔が死後のものには見えなかったということだ。水の底で穏やかに口角を上げていたそれは、まるでこの世の何かを見下ろして笑っているように見えた。今でも川の音を聞くと、あの日の光景がよみがえる。澄んだ水の底、岩の間からこちらを見上げる笑った顔が、まぶたの裏にこびりついて離れないんだ。あれは本当に田村だったんだろうか。